騎馬隊というと、馬に乗った武士が槍を持ち、群れをなして敵軍に突撃するといったイメージを持っている人が多いでしょう。ドラマや映画でおなじみのシーンですね。でも戦国時代には騎馬隊はなかったということがテレビや書籍にはたびたび取り上げられています。本当のところはどうだったんでしょうか。戦国時代、戦に馬は使わなかったんでしょうか。今回は戦国時代の騎馬隊についてお話しします。戦国時代の騎馬隊とは、戦国大名たちは騎馬で構成された馬回り衆を備えており、敵の槍隊を崩すために騎馬で突進する攻撃をしたと言われています。また、多くの大名は名馬と言われる馬を手に入れ、ステータスシンボルに使いました。特に織田信長は無類の馬のコレクターで、多くの名馬を所有していたと言われています。騎馬隊の中でも特に有名なのは、戦国最強と言われた武田の騎馬隊です。古来、武田の国、甲斐信濃には、天皇の命により、軍馬を育てた牧場があったため、騎馬の扱いに長けたものが多く、さらにこの地の馬は山岳の移動に優れていたという伝承があります。武田の騎馬隊は戦国大名たちからとても警戒されており、織田信長も武田との戦い、長篠の戦いの時は、武田の騎馬攻撃を防ぐために馬防柵を作って対抗したことから、武田の騎馬攻撃を脅威に感じていたことがわかります。本当に存在したのか、なかった説。戦国大名の騎馬隊。しかし近年では架空の存在だったという説もあります。ポニーだった説。武田士官跡で発掘された馬の体高は126センチメートルで、現在でいうポニーほどの大きさでした。競走馬サラブレッドの体高が160センチメートルほどなので、戦国の馬はかなり小さい馬だったと思われます。こんな小さな馬が重さ 30kg の甲冑を着た武士を乗せて高速で走り回るのは無理というのがこの説です。しかし、小さいから軍馬に使用できないということでもなさそうです。実際、日本の在来馬、木曽馬の体高は130センチメートルほどですが、極めて強健で粗食にも耐えます。木曽馬は山間部で育てられたため、甲冑を着た武士を乗せて山越えもできたと言われています。また、世界的に見ても当時の馬は日本の馬と同様に小さく、ナポレオン・ボナパルトの愛馬、マレンゴも142センチメートルでした。逆に、現代のサラブレッドのような大型の馬は速く走ることを目的としているため、長時間走ることには向かず、戦場には不向きかもしれません。多くなかった説。長篠の戦いでは、武田の騎馬者が数十人で集団を組み攻めかかってきたなどの記録があります。武田軍には騎馬隊がいたことは間違いありませんが、何頭いたのかといった具体的な記録がありません。長篠の戦いは織田徳川連合軍が2万の兵、武田軍が1万の兵と言われています。2万の兵を相手に騎馬隊をメインとして戦う場合、さすがに数十頭では少なすぎます。やはり何百、何千といった馬が必要でしょう。しかし、馬術に長けている者、馬の餌、馬を確保しておく馬止めなども考えると、馬を大量に揃えることは難しかったはずです。したがって、全軍のほとんどが馬に乗っている騎馬隊というよりは、小編成でいくつかに分かれた騎馬隊というのが現実的でしょう。
騎乗しなかった説。ルイス・フロイスの著書日本史には、兵士は馬を降りて戦ったとあります。乗馬をするのは大名クラスのものでした。その他、多くの馬は主に伝令や荷物運び、戦場からの退却や追撃の時に使用したと言われています。ドラマの演出、ド迫力の騎馬隊。戦国時代の馬はポニー程度の大きさなので、騎馬隊には不向きだったという点は一概にそうとも言えないようです。しかし、戦の規模に関して騎馬隊の数が少なかった点、騎乗して戦うことが少なかった点から考えて、私たちが考える騎馬隊と戦国の騎馬隊にはギャップがあります。やはり迫力満点の騎馬隊は演出効果を狙ったドラマや映画のイメージであって、実際には馬の大きさも騎馬隊の規模も小さかったはずです。でもそれを忠実に再現した映像を見ても誰も満足しないでしょう。迫力のある騎馬隊は史実の騎馬隊とは違うということを知っておくと、ドラマや映画を見る視点が増えて歴史が楽しくなりますね。今回の話は面白かったでしょうか。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。